にちは、はるかねです。今日はこちらのね、セリアで購入した可動式ドールボディ、こちらのボディの襟のないね、後ろ開きの簡単なシャツを作っていこうと思います。そしてこちらのヘッドは株式会社パラボックス様から発売されている21から23センチボディ用のね、ヘッドでキャラというヘッドをね、メンズメイクしてあります。ちょっとね、この首のラインがね、すごくぴったりでね、可愛いんですよね。そしてこちらのウィッグは樹脂粘土に毛糸をね貼り付けて自作したもので、また作り方ね概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしていただけると嬉しいです。そして生地がね、3種類用意したんですけれども、使うのは1枚だけです。こちらはストレッチ素材のねポリエステル 90% にスパンデックスが入ったもの、そして綿 100% の薄手の生地などを使っていきます。はい、そしてね、生地の色に近い色の糸、私はねめんどくさいんでね全部白で塗っちゃうんですけれども、白か黒で塗っちゃうんですけどね、その縫い目がね目立つのが嫌とおっしゃる方はこの透明の糸をおすすめしておきます。それからマジックテープとね折り紙、そして厚紙と鉛筆、ハサミや待ち針や針を使って作っていきます。ではね、型紙の下書きを書いていくんですけれども、撮影用にねちょっとおしゃれな折り紙を用意したんですけど、ここに書いてもね分かりづらいんで裏返していきます。そして人形をね大の字に開いてしっかり紙に押さえて、そしてペンがね内側に入ったり外側に向いたりしないように、テーブルに対してしっかり90度になるようにね立てて人形に当てながら人形の型を取っていきます。そしたらこの首のねラインのちょうど中間あたりに印をつけて、そして股の中心部にも印をつけて、このね2つの点を結ぶように折ります。そしたらここにね、型紙の型を当てていくんですけれども、人間のね服の型って大体もう形が決まってるので、それを当てていきます。この中心のねちょうどこの肩の付け根と首の中心のあたりから、この人形の場合は5ミリぐらい下のところから U の字にねこのように線を描きます。そしてこの腰のラインからだいたい5ミリぐらいのところで線を引きます。そしてシャツのね長さなんですけれども、私はねこの股のところから少し隠れるぐらい5ミリぐらい下が好きなので、こっからねこう大きな円になるようにゆっくりカーブするようにね線を引きます。長いワンピースが好きな方はねもっと長くしてもらってもいいですし、短いシャツが好きな方はもっと短くしてもらっても OK です。そして肩のラインね、この人形の肩のラインからだいたい5ミリぐらいのところを1センチぐらい線を引いて、ここが5ミリですね。そしてここが1センチ、ここが5ミリですね。そしたらこっからねこの脇から下5ミリぐらいのところ、ここも5ミリですね。この辺りからね、涙型になるように線を引きます。こんな感じでね切っていきます。そしたらこれをね人形に当ててちょっと調整していきます。人形のねちょうど前中心部分にこの身ごろの型紙のね中心を当てて、そして少しねこう肩をカーブさせて脇もねカーブさせてみます。脇はねちょうどいい感じなんですけど、肩が少しオーバーする感じなので、ちょうど中心に来るようにね切っていきます。
これをね厚紙に移して本書きしていきます。はい、ではねこの厚紙、これ下のね台紙だったやつで糊とかねついて引退した厚紙です。でこれをね使って写していくんですけれども、前はねつながっててもいいので、そのままねこっち側とこっち側とつないで写していきます。次にね後ろなんですけれども、後ろはね、マジックテープがここにつくのでプラスね5ミリぐらいを開けて写していきます。そして後ろ身ごろはね、首がね少しかぶるのでちょっと多めに首を詰めておきます。5ミリほどね首を詰めておきます。こちらではなくてねこちらのラインで切っていきます。ではこれをね切っていきます。ではね作った型紙で生地を切っていきます。こちらが1枚、こちらが2枚ね、こっちとこっちとね1枚ずつ切っていきます。こちらの型紙はね、出来上がり線でできてるので全部ね縫い代 3mm から 5mm 余分に切っていきます。はい、このようにね生地を切りました。こちら下ね方眼紙になってまして、糸目盛りが1センチになってます。袖はだいたい6センチ ×5 センチが2枚。半袖やったらねもうちょっとこの丈が短かったりするんですけど、袖なしでもいいですし、長袖にする場合はねだいたい6センチ ×5 センチあればいいかなと思います。ではこれでね縫っていきます。まずねこちら前身ごろなんですけど、こちらもね全部裏側になってるので、これを表側にひっくり返して、そしてこちらが表面なんで表面に対して中表にね、こちらが表中表になるように型を合わせます。こちらもね、そしてまずね型を縫っていきます。型が縫えたら開いてネイルアイロンをかけます。そして袖をね縫い付けていきます。この端からねこういう風にくっつけていきます。
れがねつけられたら一度人形に合わせて袖のね長さを調節していきます。こんな感じでね両手を広げて人形に合わせます。そしたらこのぐらいがね長袖だとちょうどいいぐらいなんで1センチほどね中へ折り込んで、まず袖をね縫っていきます。袖口をね1センチほど折り曲げて軽くねネイルアイロンをかけたら、こちらはねぴったりなんですけど、こちら少しはみ出してるのでこの分ね余分な分を切っていきます。反対側の袖もねこちらはぴったりなんですけど、こちらが少しねはみ出てるのでこの分切っていきます。そしたら1センチね折ってしっかりネイルアイロンをかけて縫っていきます。袖口がね両方縫えたら、こちらが表側なんですけど、中表になるようにこのように折り返して、そして肩をね揃えて袖から脇を縫っていきます。はい、このようにね袖口から脇がね両方とも縫えたら、ひっくり返して襟元と裾を縫っていきます。はい、そしたら、襟元とね裾が縫えたら、このね線が出来上がり線なんですけれども、この線で折って、ネイルアイロンをかけて待ち針で留めていきます。ではね、ここを縫いながらマジックテープをつけていきます。マ
マジックテープの部分ねすごく硬いので、もしね必要ならペンチで塗ってください。はい、このようにね縫い付けられました。そしたらこちら側にね、このフックの方を縫っていくんですけれども、こちら内側ではなくて外側にねつけるように注意します。そうするとねこういう風な感じでくっつけることができます。はい、マジックテープがね縫えたらこれで完成です。ついでにね、応用型といいますかね、 T シャツ用の柔らかいねスパンデックスの入った方、伸び縮みする方の生地で縫う T シャツの型紙も作っておきます。これはね、ヘッドを外して着せないといけないんですけど、こんな感じでね写したら肩のラインをね少し伸ばします。そして5ミリほどねちょっと多めにこのようにねこのようにカットして作ります。T シャツのね型紙はこれ1枚で同じものをね2枚取るんですけれども、このね生地がこういうねグラデーションの場合、生地をねこうつなぎ合わせた時にね型の部分のね色が揃う方が綺麗なので、できるだけね同じように柄を合わせて切っていきます。で、こちらは前身ごろで、後ろ身ごろの方はね少し5ミリほどね首を詰めて切っていきます。こんなラインでね切っていきます。同様にねこちらも縫っていきます。はい、このようにね肩の部分と脇を縫ったら、次ね襟と脇ぐりをね縫っていくんですけれども、少しね切れ目を入れてちょんちょんとねこのようにね切れ目を入れて折り返して縫っていきます。はい、このようにね縫えました。そしたらひっくり返してね人形に着せていきます。はい、こんな感じでねバリエーション作って並べてみました。今回作ったのはねこちらのこの子のシャツなんですけれども、袖をね少し短くして襟元をね V 字にカットして、シャツのね丈を少し短くしたのがこちらになります。この子のね袖少しわざとね生地の端っこを使っています。
してこちらのね2つはストレッチ素材で作ってあります。このね、T シャツの文字なんですけれども、ダイソーのね白いアイロンで接着できるネームタグをマジックでね真っ黒に塗って、そして兄上というね感じに切り抜いて貼り付けてあります。そしてこちらのね女の子の飾りの方なんですけれども、これもね、ダイソーのこのようなアイロン転写シートというのがあるので、これを使ってキラキラねハートに切って貼り付けてあります。そしてこのストーンはねネイルアート用のストーンです。そして今回ね使った型紙はこちらの3枚になります。で折り紙のままね型紙として使ってもいいんですけれども、ちょっと分厚くしておくといろんな場所でねちょっと時間が空いた時とかにねザザッと作れるのでおすすめです。はい、そしてねこういう感じのものも作ってみました。これはね、外して着せるタイプで、ストレッチ性のないものですね。それからこれはポケットをねつけてみました。こんな感じでね、この3枚のね型紙があるだけでね、このような、これセリアで買ったものなんですけれども、100円のね小さな生地でいくらでもねたくさんバリエーション服縫えると思います。で他にねこの裾にフリルやねレースをつけてみたりね、いろいろ可愛く飾ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それからインスタグラムやツイッターでのお友達へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。次ねこのズボンを取っていきたいと思います。